今回はタロットカードの小アルカナワンドの王のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第23話スタートです。カード名ワンドの王。俺は幼児教材の営業マンをしている。子供の頃は医者になるんだとか弁護士になるとか大いなる夢を抱いていたものだが、大人になってみれば単なる営業マンだ。しかも口下手でとても営業マン向きとは言えない。それなのにどうして営業マンをしているのかというと、就活の時に受けた会社が軒並み不合格で、やっと合格したのが今の会社だからだ。事務希望ということで入社はしたものの、入社してみると営業に回された。どうやら営業マンが不足していたようで、誰でもよかったらしい。おかげで入社3年になるが、営業成績は最下位。いい加減逃げたいと思うが、転職しようにも就活で散々だった俺は転職する勇気がない。とりあえずは毎日同じように客先を歩き、断り続けられていれば給料はもらえるのだから、我慢するしかないだろうと思うしかない状況だ。しかしどんなに我慢だと思っても、会社に行くたびに上司の叱責があり、最下位の俺は肩身が狭い。月に1件でも契約が取れればいいのだが、毎月ゼロだ。そりゃあ会社としてもこんな役立たずを社員にしたのは間違いだったと思うだろう。月末になると張り出された営業成績の表を前にして、誰が成績トップだったかと発表される。そして営業成績最低者は針のむしろだ。月に1件2件の連中は俺のおかげで嫌な思いは半分で済んでいるのに、そいつらすら俺を嘲笑う。挙句は毎日公園で日向ぼっこでもしてるんじゃないのかと嫌味を言われる。俺だってなんとか営業成績を伸ばしてトップに躍り出たい。そのためにいろんな営業関係の本を読み漁った。本にはマインドコントロールが大事だとか、爽やかな笑顔だとか、いろいろと書かれている。しかも簡単に成果を上げられるとも書かれているが、どれを参考にしても俺には無理だった。毎朝出勤前に鏡を見て、俺ならできると10回唱え戦場に赴くが、結果は惨敗。客先では何も言えないし、言える言葉は決まりきった言葉だけ。気の利いた言葉なんて一つも出てきやしない。笑顔が大事ならばと鏡に向かって笑顔を作る練習をしたこともある。しかしその笑顔で客先に行くと気味悪がられ、逆に話を聞いてなんてもらえなかった。足を棒のようにして歩き回るが、どこに行っても結果は同じだ。同僚が言うように、公園で日向ぼっこでもしていた方がましというものだ。しかし毎日上司に怒鳴られ、人格まで否定されるのはさすがにメンタルが崩壊する。そこでせめて事務作業くらいはしっかりやろうとするが、これも結構面倒で時間ばかりが過ぎていく。挙句は上司に無駄な仕事は丁寧だなと皮肉を言われるのだ。結局俺は事務作業を家に持ち帰り、その日の報告書を家で作ることになるわけだ。
ところが家に戻ればやる気なんてすっ飛んで、ビール片手にひたすら今日という嫌な日を忘れようとする。本当に俺ってやつは何もできない大バカ野郎だと思うよ。これで彼女でもいて、結婚の話でも出ていれば、もっと考え方も変わってくるんだろうし、やる気も出てくるってもんだろうが、こんな俺に彼女なんてできるはずもない。仕事もできない、彼女もいない。俺の人生終わったな、と思う毎日だ。そして明日は魔の月末だ。また上司の叱責と皮肉を聞かないとならないわけだ。翌朝、俺は駅のホームにぼんやりと立っていた。皆同じようにスーツを着て、死んだ魚のような目をしながら電車に乗り込んでいく。この中の何人が仕事にやりがいを感じ、生きていることが楽しいと心から思っていることだろう。きっと俺も死んだ魚のような目をしているんだろうな。そんなことを考えていた。どうせ会社についてもいつもと同じだ。逃げたい。会社なんて辞めたい。しかし辞めることができない現実。俺は大きなため息をついた。このままどこかに行ってしまいたい。そんな衝動に駆られるが、できるはずなんてない。会社に着くと皆営業成績表の前で話していた。俺は表をちらっと目にすると席に着いた。どうせトップを飾っているのはいつもの通り爽やかな笑顔を作れる加納敦だ。俺が入社した翌年の入社なのに、入社早々からトップになったやつだ。イケメンの上に言葉巧みとくれば、そりゃあ営業もうまくいくだろうさ。始業時間になると早速上司の演説が始まる。俺はいつものようにみんなの一番後ろでぼんやりと演説を聞いていた。まずは会社の現状についてだ。業績は伸びているが、それもひとえに営業が頑張っているからだと全員のモチベーションを上げにかかる。そして今月の営業成績トップを呼び褒めそやす。中間を歩いているやつや下の方を歩いているやつは多少の喝を入れられるわけだ。しかしそこまでひどい言いようはされないから、誰もが来月こそ頑張るか、でもトップに躍り出るのは無理があるよなと苦笑いだ。そして俺、毎月最下位の俺の番となると、それこそ鬼の首を取ったような言いようだ。おい、今月も契約ゼロとはどういうことだ。一件でも取れているならわかるが、ゼロってのはないだろう。お前は仕事を何だと思ってるんだ。遊んでて給料がもらえるとでも思ってるのか。お前のようなやつはこの会社にはいらないんだよ。来月も契約が取れなかったら首が飛ぶと思え。実際首になることはないだろうが、さすがに辛いものがある。同僚の誰もが薄笑いを浮かべて俺を見ているし、女性営業マンも冷たい視線を向けている。聞こえてくる同僚の声は、来月には奴がいなくなるな。本当に奴がクビになったら俺が成績最下位になるから困るんだけど、などなど。そう言いながら笑ってるんだから立ちが悪い。加納敦は余裕を見せて俺に近づいてきたと思ったら、先輩の俺の肩を叩いた。大変ですね。まあ山本先輩が契約取れなくても俺がその分頑張りますから、気にしなくても大丈夫ですよ。と嫌味を言って去っていった。そんな俺を見ていた女性営業マンの一人が、たまには休んで心身ともにリフレッシュしてみたらどうと言ってきた。
それを聞いた上司が嫌な笑みを浮かべながら近づいてきて言った。おお、そうだな。それは妙案だ。お前は休むこともしないしな。休んで旅行でもしてきたらいい。お前のようなやる気のないやつはいない方が事務所内の士気も上がるしな。なんならそのまま辞めても構わんぞ。それを聞いた誰もが笑っている。俺は営業に出ようと資料の入っているバッグを手に取ると、そうですね。じゃあしばらく休ませていただきます。と大きな声で言っていた。言った自分に驚いていたが、周りも驚いていた。驚きの目を向けている同僚たちを尻目に、俺は言った言葉を覆すこともできずに、休暇届にサインすると、事務所を悠然と出て行った。アパートに帰ると、なんであんなことを言ったんだろうと、後悔の念が湧いてきた。とは言っても、今さら事務所に戻ることもできない。1週間の休暇届を書き提出したのだから、このまま休んだ方が得策だろう。どの社員もそれなりに休暇を取っているのに、俺はどうして休んでこなかったのか。それは成績が悪い上に休みまで取ったら何と言われるかが分かっていたからだ。どんなに具合が悪くてもとにかく出勤することで自分の居場所を守ってきたようなものだ。だがこうなったらそんなのは関係ない。だったら思うままに旅行に出かけよう。学生の頃はバイト代がたまると旅行に出かけていた。旅行先でいろいろなものを目にするのが楽しくて、友達とも出かけたが一人で出かけることの方が多かった。気の向くまま行きたいところに行き、気の向いたところで立ち止まる。ぼんやりと景色を眺めたり、工芸品に目を留めたり。ところが社会人になってからはそんな余裕もなくなり、貯金は増えるが心に余裕はなくなっていた。俺はしばらく使っていなかった旅行カバンに必要なものを詰め込むと駅へ向かって歩き出した。時間は昼に近い頃だ。歩く道に人影はなく、たまに会うのは自転車に乗った主婦や子供の手を引く母親の姿ばかり。駅に着き、どこに行こうかと路線図を見ていたが、どこでもいいかという気持ちになり、改札を抜けた。降りたいところで降りればいい。こうして俺の旅が始まったのだった。各駅停車に乗り込んで、電車の揺れに身を任せ、車窓から差し込んでくる日差しにゆったりした心地を楽しんでいた。このままどこか遠くへ行こうかと考えたり、近場でもいいところは多数あるのだからと思ったり、携帯を取り出してうまそうなものを探してみたりと気ままに時間を費やした。ユニークな駅名に心惹かれて降りてみたが、何もないどころか単なる田舎町だった。町の人を捕まえてうまいものを食わせてくれるところを聞いたりもした。できるだけ人のいないところに行きたくて、さびれた温泉に泊まった夜はさすがにさびれすぎてて、布団はいつ干したのかわからないほど冷たく、風呂は暗い上に小さく、出てくる食事は質素なものだった。それでも楽しかった。写真を撮り、一人こみ上げる笑いに声を立てて笑った。こんなに楽しいと思ったことは久しぶりのことだ。そうして旅行も終盤となった頃、俺は箱根にいた。最後は箱根でも老舗の温泉旅館に泊まってうまいものを食べようと考えたのだ。旅館にチェックインし、まずは土産物屋でも見てみようとぶらぶらと歩き出した。ずらりと並ぶ箱根黒卵と称するまんじゅうや、どこでも目にする温泉まんじゅう、洋菓子もうまそうで卵型の容器に入った箱根プリンにスフレチーズケーキ、
酒もうまそうに俺を誘い、酒の魚にもってこいのつまみも揃っている。どれを買おうかと迷いながら店をぶらついていた。そんな中で目に留まったのが箱根で有名な組木細工の店だ。狭い店内に所狭しと並べられた組木細工になぜだか心が奪われ、俺は一つを手に取るとじっと見入っていた。別に珍しいというわけではない。かつて旅行をしていた時に見たこともあれば、ネットでも紹介はされている。俺は何で手にしたのかもわからないそれを棚に戻そうとした。その時、俺に声をかけてきた人がいた。きれいでしょう。見ると結構な年齢のおばあさんだ。ニコニコと笑顔を絶やすことなく俺に近づいてくる。これね、じいさんが毎日丁寧に作ってるんですよ。丹精込めて一つ一つが手作りなの。手作りの味があっていいでしょ。そう言いながら指をさした先には、店先に作られた作業場で脇目も振らずに作業をするおじいさんがいた。どうやら人と話すことが増えてなようで、俺の方を見ようともしない。ごめんなさいね。お客さんなんだから挨拶くらいすればいいのに。どうも人と話すのが増えてみたいで、その分私がおしゃべりだからちょうどいいんだけどね。そう言って笑った。どうしてかそのおばあさんのしゃべりに引き込まれ、お茶を入れるからゆっくりしていってくださいと言われるままに奥に置かれた椅子に腰を下ろした。小1時間も話していただろうか、組木細工のことを話し、箱根のことを話していたが、決して一生懸命というわけでもなければ押し付けがましいわけでもない。単なる世間話の延長線のような話し方だ。押し付けるような売り込み方もしないおばあさんの中にあるのはおじいさんへの信頼。この店に並ぶ組木細工のすべてを愛しているのがわかる。俺は店を出るときに持っていた組木細工をおばあさんに渡すと、財布からお金を取り出していた。買うつもりもなく入った店のはずだ。それなのにどうして購入する気になったのか。小さな組木細工は俺の部屋で埃をかぶることになるだろう。それなのに何が心を動かしたのだろう。俺は店を出るとしばらく歩き続けた。まだ見ぬ店を覗いては店員に声をかけられるが、よほどでない限り買おうとは思わない。どの店員もハンデをしたように決まりきった言葉を並べ、近づいてくる店員は買わせようと説明を始める。そんな時は見ているだけだからと言って出てきてしまう。こうしてあちこちを見て回った俺は、旅館に着くと買ったばかりの組木細工の小さな箱を取り出した。どこからどう開けたらいいのか、まるで知恵の輪だなと思いながらも、やっと一つの引き出しを探し当て開けてみた。すると中に四つ葉のクローバーがセロファンに包まれて入っていた。そして小さな紙に「幸せ」という一文字が書かれていた。なぜか心が温まった。あのおばあさんが入れたものだろうが、お客さんへの思いやりであり、おじいさんが作った組木細工を購入してくれたことへの感謝の気持ちなのだろう。これこそが本当の営業なのかもしれない。俺は手にした四つ葉のクローバーを眺めながら、ぼんやりと今までの自分を振り返った。あのおばあさんと自分の何が違うのか。俺はどんな営業をしてきたのか。そう考えると今までの自分が浮かんできた。客先の玄関ではチャイムを鳴らす前に笑顔を作る。カバンを握りしめ深呼吸をする。
そこには自然体というものが一つもない。何とかして相手に契約させようという意気込みだけだ。売ろう売ろうとばかりしていた。それでは他の土産物屋の店員と何も変わらない。本当の営業とはおばあさんのように商品を愛し、作っている職人を信頼することじゃないのか。相手が買おうが買うまいが、それは客の勝手で、俺は相手の希望を叶えるだけ。それこそが一番大事なことなんじゃないのか。それが四つ葉のクローバーを眺めていた俺の頭に浮かんできた答えだった。旅行から戻ると、俺は体の力が抜けたように自然体で仕事に向かっていた。何が何でも契約させるというそんな気持ちは全くなかった。営業に出る前にはカバンの中の書類やパンフレットを全部出し、丁寧に見てみた。セット教材の中にどんなものが入っているのか、それすら把握していないことに気がついた。こんなことも知らずに売り込んでいた自分が恥ずかしく思えたが、ここから先心機一転だと自分に言い聞かせた。そんな俺を見ていて上司も同僚も、なんだ出社しなくてもよかったのにと嘲笑っていたが、そんなのは耳に入ってきても気にせずにいられた。俺は俺。他の連中がどんなことを思い、どんな売り方をしようと、俺は俺のやり方を貫き通せばいいのだと思えるようになっていたようだ。こうして売ろう、契約させようという意気込みを捨てた俺は、自然と笑顔が出るようになり、客先で子供が出てくると用意していた風船を出して遊んでやったりした。おかげで一件にかかる時間が大幅に増えたし、お客さんから話をしに来たんじゃないのと笑われる始末だ。そんな時はつい自分でも笑ってしまう。教材の説明も重要な部分だけに絞り、客が興味を持たなければそれでも構わないというスタンスで話した。お客さんからは変な営業マンねと笑われたが、それが俺だ。変でも何でも構わない。相手が幸せな気分になってくれたらそれでいいのだ。そんなある日、俺がいつものように周りにバカにされながら朝礼に参加していると、社内の電話が鳴り、俺の名前が呼ばれた。周りは「え？」という顔をしていたが、俺は元気な声で電話に出た。電話の内容は契約したいから今日来てほしいということだった。そのことを上司に話すと驚愕の声を上げられた。このことが引き金となり、それまでに回ったお客さんから連絡が入るようになり、次々に契約が決まっていった。さらには契約したお客さんから俺の携帯に連絡が入るようにもなった。今の人、こないだ契約した人ですよね。俺が電話を切ると、隣で電話を聞いていた加納敦が声をかけてきた。そうだよ。何ですか？契約解除とかですか？山本先輩ならありえますよね。そう言って笑っていたが、契約解除どころかその逆だ。いや、ママ友に教材を紹介したいから来てほしいって言うんだよ。今日集まるから今日来てくれって。え、どんな営業してるんですか？最近の俺の契約件数を見ていた加納は面白くないらしく、眉根にシワを寄せて聞いてきた。大したことはしてないよ。子供と遊んで時間を潰してるだけさ。本当のことだ。今では営業に行くのも辛くはない。それどころか今日はどんなお客さんなのだろうとワクワクしてくるのだ。自分の気持ちの持ち方次第でこんなにも変わってくるものかと不思議な思いだった。こうして最初の一月に契約を1件取った俺は、
その後も契約件数を増やし、半年と経たないうちにその件数は加納敦を追い抜いて1位になっていた。その月の表彰はもちろん俺。金一封が俺に送られたわけだが、休みの日には子供が喜ぶようなおもちゃを見に行くのが定番になっていた俺は、その金を営業先で出会うであろう子供のおもちゃに費やした。そんな俺に上司はというと、手のひらを返したように、いつかはやってくれると思っていたよ、と満面に笑みを浮かべている。とはいえ、そんな薄っぺらな上司の言葉に喜べるほど俺も純粋ではないので、ありがとうございます、と通り一遍の返事をしただけだった。しかし、あれほどトップになりたいと思っていた俺だが、こうなってみると、トップになることなんて俺にとってはどうでもいいことなのだと思わずにはいられなかった。営業成績がトップになり、上司から褒められ、同僚からも一目置かれるようになったところで、今までの彼らの態度を忘れることなんてできないし、彼らの本性を知っている俺にとってはどうでもいいことだった。俺は俺にしかできないことをコツコツとやるだけなのだから。そのおかげで俺にも旅行好きな彼女ができ、結婚することもできた。たまには一人で旅行に行き、心身ともにリフレッシュするようにはしているが、妻との旅行も悪くないと思えるようになっている。妻のおかげなのだろうか、それとも旅行のおかげなのか。俺は現在部長の椅子に座っている。あれほどバカにしてきた加納敦も俺の部下として日々会社に貢献してくれている。その逆にかつての俺のようにできない部下もいる。毎月成績表の最下位を温めている部下だ。だがそんな部下をバカにするようなことはしない。かつての俺がそうであったように、何かのきっかけできっと自分なりのやり方を思いつき、トップに躍り出ることもあるのだから。さあ、今日も営業に出かけようか。小さな笑顔を見るために、カバンの中には子供が喜びそうなおもちゃが入っているのだから。いかがでしたでしょうか。このカードは大きな理想に向かって邁進している時であり、たとえ理解者がいないとしても、理想はいずれ実現する時を迎えることを伝えています。また、理想や目標の達成のために頑張り続けるだけでなく、たまには心身を休め、癒しのひとときを持つように心がけると思いがけず、新たなひらめきを得ることも言っています。気がめいるような出来事が起こったり、夜明けになることがあってもくじけずに前進することが大切なのです。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。